はい、さそり座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は5月前半のタロットリーディングをさせていただきます。5月は2024年の中でも最も盛り上がる月、転機と言える時なので、星の解説とともにタロットでもう少し深掘りしていきたいと思います。お願いします。それから星のことを、占星術とかね、星の動きを実生活に生かしたい方やタロットが好きという方は私の方でメンバーシップもやっていますので、よろしければ概要欄から詳細をご覧ください。そして、月末にですね、いつも翌月の星の動きを LINE で皆様に、配布していますので、お友達登録まだの方はぜひ LINE もご登録お待ちしております。では行きましょう。5月前半。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップ4逆、お月さんの逆、死神の逆、カップページ逆、ペンタクスキング逆ばっかりですね。ストレングスそしてソードキング。気をつけることや対策はカップの5とソード4の逆とオラクルはジャスティスです。ちょっと先にね星の解説させていただくんですが、この5月のその前に4月25日から逆行していた彗星も順行に戻りますし、自分が思っていたことをそのままダイレクトに伝えられるとか、理解しやすくなるとか、情報が流れやすくなるっていう動きがあるんですね。でさらに4月29日以降、愛情とかお金とか社交性とか豊かさ、喜びっていうものを表すような金星がさそり座の皆さんにとってはパートナーシップっていうところを応援してくるので、端的に言ってしまうとモテるとか、楽しい人間関係ができやすくなるとか、そういうのが起こりやすいんです。人に対して優しくなれたり優しくしてもらう機会が増えるっていうこともあると思います。でそして、もう一つ5月1日からですね、頑張るぞっていう火星のエネルギーも日常生活のところに入ってくるので、例えばお仕事をしっかりこなしながら豊かな関係性を作っていくとか、何か誰かのケアをしてあげる、お世話を焼いてあげたりとかケアをしてあげる、こまごましたことをしたくなるっていう流れもあるかもしれません。ただ一番この時期強調されているのはやっぱり何といってもパートナーシップなんですね。これは少し前からね、パートナーシップ来るよって言われていて、今ねどんな関係性がありますか？皆さんの中にすごく大事な人との関係をもっと強めたいっていう方もいらっしゃれば、新たに誰かとつながりたい、それはパートナー、いろんなパートナーの形がありますが、お仕事でのパートナー契約を結びたいとか、そういうのも含めですね、すごくそこが今とっても華やかなので、おそらく皆さんの生活の中で何かしら思うところがあると思うんですよね。でそこが応援されてるよっていうのがまず星の動きです。そしてカードで見た時には、感情的にそこまで、強く満たされているわけではないんだなっていう感じがします。入り口がカップの4の逆なので、よくありがちなことですけどね、運勢がいいって言われるとすっごいいいことが起こるんじゃないかって期待していたけど、そんなにいいことがないみたいな、そんな感じで、外側の世界はとっても温かくて、なんだか自分の意見が通りやすいとか、人と接しやすいとか、人と接する機会が多いという温かな運勢があると思ってくださいね。でその中で自分の感情は誰かと関わって積極的に動かしていかない限りは変わらないんですよね。で今の状況を見ると、満たされない感情というものがあり、でその感情をどうやったら解消できるのかなっていうので、頭の中で一生懸命考えていて、実際の行動に出ていないみたいな感じがあるんです、このカードを見る限りね。なのでもし感情的に盛り上げたいとかっていうのであれば、自分からアクションを取っていくとか、何か言葉をかけていくとか、そういった頭の中だけで展開して終わらずに、実際の行動を伴うようにしてみてください。そうするともっと動き出すなって感じがしますよ。で今いつも思うんですけどね、星の動きがとってもいい時っていうのは本当に守られてる時とか応援されてる時なので、そういう時に自分がベストな行動をして努力をして、それでもうまくいかないっていうのは、そういう人とはうまく
くいかない方が自分にとっていいことなんだなっていつも思うんですね。なのである意味答えが出やすい時でもありますから、もし誰かとの関係をはっきりさせたいとか、何か勝負をかけたいとか、アプローチしたいっていう方はこの時期積極的に動いてほしいなと思います。そしてこの先どうなるのかなっていう、もし自分の気持ちがはっきりしていたらどのような結果であったとしても動けると思うんですけど、実際動いたところでその先がどうなるのかなって見えない未知のことに対して非常になんか気をもんでいるっていう感じがあるんですけども、その都度その都度新しく現実っていうのは作っていけるっていうふうに思っておいてください。全ての道なりが全部示されるからそれがいいっていうわけではなく、その瞬間その瞬間新しい未来ができていくよっていうふうに思ったら、今この瞬間自分はどうしたいのか、何が豊かなのかっていうのを感じて過ごしてみてください。とてもナイーブになっていて、自分がどのように見られるかとか、この先どのような自分になっていくかっていうのは誰もわからないっていう感じがあるので、そこは心配せずに関わっていってほしいなと思います。そして少し前にこの5月を迎えるまでの間におそらくいい改革があったんだろうなと思うんですね。ここで死神の逆位置が出てまして、死神っていうのは本当に再生、生まれ変わりなので、自分で自分を縛っていたもの、今まではそれが良かれと思ってやっていた自分だったり、これが自分だと思ってそれを頑張って維持してきたものをこの機会に手放すとか、もう破ってしまうとか、もういいやっていい人辞めるとか、そういうのも含めそういうふうな自己改革があったんだろうなと思いますし、何かそういう自己改革するようなきっかけが誰かとの関係の中で、もしくは状況の中であったのかもしれませんが、とてもね、今年の前半っていうのはさそり座の皆さんっていうのはもう深いところでの意識改革をものすごく促されている時なので、その自分の意識が深いところで変わって成長するからこそ、他者との関係性っていうのも違って見えてくるとか、また他者との関係の中で何かいい気づきがあったり感化されることがあるからこそ、自分自身も振り返り変えていくって両方できるので、それが本当にいい形で起こりそうな5月前半だなっていうふうに思います。でご自身も何かしらそうだそうだみたいな、私にはこんないいとこがあったじゃないみたいな、本来の自分の素質、いいところを思い出して、それをちょっと表現していこうかなっていうようなね、何かを出していこうかなっていう、ふわっと自分から湧いてくるような感覚があると思います。でこれはとっても優しいピュアな感覚です。何かを頑張って達成するとかそういうのではなく、もともと持ち合わせている感覚の中から自分の良さっていうものを自分で見つけていくことができるので、例えば人のタイプっていうのももう千差万別いろいろある中で、例えばある人はすごい行動力があるとか、ある人はとってもゆっくりしているってなったとしても、どっちがいい悪いではないのでね、自分の気質としてはこれだなっていう自分らしさっていうのを多分見つけていけるんだと思うんですね。そしてそれがふわっと出てきた時に、じゃあそれを他者に向けますか、他者にとの何かやっていきますかって言った時に、ものすごく目指すところが大きいというか、例えばですよ会社のね契約を結ぶパートナーシップ、会社とのパートナーシップを結ぶとした時に、とりあえずやってみなきゃわからないですよね、そういう仕事って。3ヶ月やってみなきゃわからないとか、1年2年やってみなきゃわからないけれども、実際やっとじゃあこの会社面接受けましたとか、じゃあ仕事決まりましたってなった時に、本当にこれで私は一生安泰だろうかみたいなことを心配しやすいということなんです。で一生安泰かどうかなんか誰もわからないので、今この瞬間その会社とつながって自分ができることを楽しくできたらいいっていう感じで、これは特に人に対して、人間関係に対しては、この人とは一生のご縁だろうかとか、この人とはきっとこうなってああなってみたいな想像を膨らませるというよりは、今この瞬間の自分とその人との関係を十分に味わい尽くすっていうことをする方が豊かさを感じやすいなと思います。でその方がさそり座さんが持ち合わせている愛の力っていうものがすごく出てきますね。これ最近よく出てくるような気がしますね。このストレングスというね力のカードなんですけど、すごくこの力っていうのは不可能を可能にしていく力なんですね。それは自分が持ち合わせてる力、愛の力によって変わっていけるよっていうことで、このカードがやはり未来のところに出てくるっていうことは、本当になんかまるで
ここでもそうなんですけど、こう何か殻を破って膜を破って生まれ変わるみたいなのもあれば、これもね卵から新しくなんか生まれてるよみたいな感じもあるので、よっぽど硬い殻を破って新しく生まれ変わっていくんだなと思うんです。でその生まれ変わっていくこのプロセスっていうのが一体どういう状況でそれが起こるかっていうのは皆さんそれぞれ違うと思うんですけど、ただ全体的に言われているのが、とにかく今はパートナーシップが恵まれていると、強調されていると。なのでもし嫌なことがある方はそれによってその人を手放した方がいい。もしくはそのことが起こることによって自分が気づかなければいけないことがあるとか、重要なことが起こっている時なので、そういう見えないサポートが来てるんだっていうのを分かった上で、理解した上で安心してね関係を持っていってほしいなと思います。そしてさらにですね、その後ねソードのキングというカードが出てるんですけど、これは本来でしたらねちょっと厳しいジャッジマンみたいなカードなんですけど、このデッキの中ではいろんなことを駆使してやっていくって感じがするんですね。これからやっていきたいことに対して、まずは今まで自分が得てきた情報知識を使いますよっていうのもあれば、人とうまくコミュニケーションを取っていきますよっていうのもあれば、何か新しくこう生み出していくなんか力もあれば、時には厳しく精査したりとか教えたりっていう時もあるんだなっていう感じがあり、とにかくいろんななんか一つの方法でやっていくのではなく、あらゆる方法、あらゆる自分の側面っていうものを相手に合わせて見せながら、その関係性を作っていったり現実を作っていくんだなって感じがしています。そして対策としてなんですけども、ここでねソードの4が出ていたりカップの5が出ていたりするので、何かおそらくご自身が思ってらっしゃるような理想の道がキラキラと輝きながら進んでいくっていうのではないみたいなんですよね。実際この5月の運勢っていうのは本当にキラキラしてるなみたいな、こう新緑の美しい季節のキラキラっていう感じが星の流れではあるんですけど、実際の体感としてはさそり座の皆さんそんなにキラキラしてるようには感じるわけではなく、なんかあんまり物事が動いてない気がするとか、自分が生かされてない気がするとか、なんとなく理解されてないような気がするっていうふうに思うかもしれませんが、その状況の中でこそ生まれる自分の強さだったり愛する力だったりとか、何かをこう処理していく能力だったりとかこなしていくっていうものがすごく鍛えられているので、全体を通しては非常にバランスの取れた、時期になりますっていうふうに言われています。でバランスの取れてるってなんかいまいちピンとこないかもしれないんですけど、あれをしながらこっちをするみたいな、そういうこう何かやりたいことがある時にそのことだけ 100% 没頭するわけじゃなく、やりたいことは 30% だけしか時間がない。でもこっちであれをこなしながらあれもこなしながら、でも30% の自分の好きなことできたみたいな、そんな感じなんです。なんかとても忙しかったり下準備をしたり根回ししたりあれを取り入れてみたりこれを取り入れてみたり、こういろんな手が伸びているっていう感じがあって、なんか何してんのかなと思うかもしれないんですけど、そうやっていろいろバランスを取れてること自体が自分の能力を発揮していることですよっていうふうに言われていると思いました。ちょっと補足カード見てみようかな。これ全体の流れを今お伝えしたんですけれども、これをビジネスでもね、とにかく人間関係でもとにかく人との関係や契約っていうのがとても強調されている時なので、おそらくそういったことで何か起こるんだろうなと思うんですが、そうですね、ちょっと待ってくださいね。恋愛でちょっと話をします。いつも恋愛少ないって言われるんでそうですね、恋愛に関してはゆっくり進んでいくっていう形です。今とてもいい時期だからといって出会ってはいすぐ結婚とかなんか急激に進んでいくとかではなく、ゆっくりとお互いの価値をなんか確かめ合っていくみたいな感じで、すごくスローなものです。でもとても安定したなんかもうすごいこう結婚バッタンしてるみたいな関係性ではなく、すごくゆっくりと落ち着いて信頼を築き上げていくっていうような感じです。ですのでお互いの大事にしているものを大事にしながら一緒に関わっていくんだなっていう感じが出ています。なので先ほども
ここでもペンタクスのキングが出てるので、ゆっくり進んでいく、自分の中から湧いてきてる感情っていうものを急激に燃やしていくというよりも、少しずつ温めていくっていう感じなんだなと思います。そして直接その感情をぶつけ合ったり、何か直接な関係じゃなかったとしてもお互いに思い合っているみたいな、遠くからお互いを思い合ってるみたいな感じがあるので、いかにイマジネーションを働かせてね、相手はこんな風に思ってくれてるんだなって思ってくれてるからこそ取ってくれてる行動なんだなみたいに思ったらいいと思います、恋愛はね。そしてビジネスの場合ですが、ちょっとね、責任が重くなる感じがありますね。すごくチャンスではある時なので、こういうチャンスの時だからこそいろんな話が降ってきて、じゃあそれもやります、これも頑張りますみたいにやってると、とにかく本当に器用貧乏みたいな、あれもしつつこれもしつつ、すごい一生懸命動いてるんだけど私自分の時間がないみたいな、そんな感じかもしれません。ただ今この時期はそれだけ人からのお声かけとか誘い手が来るっていうのはすごくいいことなんですね。なので私だったらですけど、この2週間は目いっぱい頑張るっていうふうにするかもしれません。星も応援してくれてるし、ただそれ以上はやらないみたいな、この2週間やれるスケジュール以外のことはもう受けないっていうふうにしてこなしますかね。例えば心配になることの要素としては、この自分が抱え込みすぎて自分が一人でできないとか、これだけの仕事できるのかなみたいな、そういうプレッシャーだと思うんですけど、それはちゃんとね、あの手この手を使ってバランスをとってやっていけますよっていうふうに出ているので大丈夫だと思うんです。でそれが後々に自分の本当に豊かさにつながる、ブドウをねちゃんと後から借り入れられるよっていうふうに出てるので、そこは大丈夫ですね。でなんせそういう火事場のバカ力じゃないですけれど、そういういざっていう時の力が出てくるなって感じがあるので、仕事にしても人間関係にしても自分の恐れを克服していくことに関しても、この2週間は目いっぱい頑張ってほしいです。絶対にいいことになると思うので。はい、ということでここまでにしておきたいと思いますが、最後にちょっとオラクルカードだけ引かせてください。ちょっと最近気に入っているんでこのカード。ちなみにこれはですね、これです。エナジー&スピリットオラクルカードというものです。さそり座さん、頑張って。はい、アセンディットマスターというカードが出ています。このカードをじっと見て、ご自身なりに受け取れるメッセージがあれば直感で受け取ってみてください。今ね、本当あの手この手でいろんなことをこなさなければいけないっていう感じがあり、もっと豊かに楽しめると思ったのにそんなことないんだなって思うかもしれないんですけど、それだけ特別なね能力、あの手この手に手を貸してくれるいろんなガイドがいるよみたいな感じがあります。このカードからはね、自分の中のいろんな要素を使えるってことだと思うので、これもねそうですし、やっぱりオラクルで出てるねジャスティスのカードもそうなので、非常に器用に「いや私は器用貧乏です」とか「いや私は不器用なんです」っていう方も、この時期いろんな自分の才能が枝分かれして開花していくのかなと思います。はい、ということでここまでにしておきます。次回はまた5月の中旬に次の動画をアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ5月前半楽しい時間をお過ごしください。ありがとうございました。失礼します。